こんにちは。リンシュバルツァー役の松村龍之介です。アリサラインフォルト役の黒崎真音です。はい。この度はプレミアム 3D ミュージカル英雄伝説1000の奇跡のアーカイブ動画をご購入いただきありがとうございます。ありがとうございます。はい。もうね、これを見てる方はもう千秋楽公演をこれから見る、もしくは見終わった方もいらっしゃるってことですもんね。そうですよね。本当に、あっという間すぎて、なんていうんですかね、もう、いい意味で記憶がないというか、でも分かる気がする。毎公演、こう全力で歌って、踊って、立てやって、お芝居して、もうなんか熱量がバーってくるんで、終わった後いつもなんか抜け殻のようになるんですよ。わかります。終わった後、スッとなって。ね。終わった後もやっぱ、どうですか、緊張されるって前おっしゃってたじゃないですか。本番前とか。終わった後、なんか、高揚感というか、なんかそういういろんな感じとかあります？でも、アドレナリンが出てるのか、すごい元気だったかも、逆に。普段のライブでも結構そういうアドレナリンというか、は出てる感じなんですかね。めちゃめちゃ出ちゃいますね。それと同じような感じなんですか、その舞台のアドレナリンとライブのアドレナリンっていうのは。いや、私の中では、やっぱ全然違って、やっぱり舞台の方が、長い集中しなきゃいけない時間が。そっかそっか。私今回初めて舞台に出させていただいたんですけれども。ないですよね、もう。いや、そんなことないですよ。本当に最初だって、ね、お稽古始まった時も何もできなくて、そこをもう、ね、リンさんに引っ張ってもらって、なんとか今日の日を迎えられたっていう感じなんですけど。いや、もうね、本当に。でも、真央さんもう一番に稽古場入って、ずーっともう自己練習。もう怠らず、ずーっとやってて、その姿を見て、やっぱ素敵だなと思って、皆さん思ってます、それは。本当に努力家でストイックで。いや、本当に周りの皆さんのおかげですよ。この作品のお話が来た時ってどんなことを思ったりしました？いやー、最初お話いただいた時は、そのアリサちゃんのビジュアルと一緒に、ミュージカル出てみませんかってお話いただいて、で、こんな可愛い子を私が演じるんですか？いやー、もうそんな同じぐらいじゃないですか、そんな。同じぐらいの可愛さじゃないですか、そんなの。ちょっとなんかすごい気をつけて。大丈夫。千秋楽公演これから見るんだけど大丈夫。距離感大丈夫です。でも最初は本当に、私ができるのかなっていう気持ちでいっぱいでしたね。でもアリサがすごく好きなんですよ、私。すごく自分を持っていて、自分で何かを変えたいっていう気持ちを強く持った子なので、その憧れみたいな気持ちもあったので、なんか頑張って演じたいなと思って。皆さん自分の役を好きというか、お互いこう好きというか、いい雰囲気の座組でしたよね。本当に。本当にみんなそれぞれリスペクトしてるので、みんなグッズを持ってるんですよね。自分のキャラクターの。本番前とかに、ロビーでグッズが売ってあるんですけど、それをみんなで買いに行ったりとか、ガチャとか引いたり。クッション抱っこしてね。そう、みんなで見せ合ったりとか。本番とか、あと稽古中も、終わったらみんなでとりあえずご飯みたいな。そう。本当に仲良しで、びっくりしました。この前なんてだって、一回じゃあご飯行きませんかって声かけて、最初、少人数で行く予定だったんですよ。5人くらい。5人くらいで、じゃあ、ここら辺で行きますかって言って、とりあえずじゃあ声かけてきますって声かけてたら、なんかトータル20人くらい集まってて、仲いいと思ってもう。本当に、なかなかないらしいですね、舞台の。なかなかないですよ、本当に。でもそれだけ恵まれましたね。千の奇跡という世界観のおかげかなと思っております。いや、うまいこと言った。本当にね、本当に感謝がつきません、皆様に。で、そしてですね、劇場やライブ配信で見てくださった皆様ももちろんですけども、これから見るという方もですね、この作品に触れて、心に何か感じ取るもの、そしてなんかこう、私生活でもこう、何かいいプラスになることがあればいいなと、つくづく思いますし、そう願います。はい。それでは、プレミアム 3D ミュージカル英雄伝説1000の奇跡の千秋楽公演をお楽しみください。バイバーイ。楽しんでね。母様！どうしてこんなものを作ってしまったの？お願い、これを帝国軍に引き渡さないで！母様！どうしてこんなことになってしまったの？もしこれが軍の手に渡ってしまったら戦争？いいえ、もっとひどいことが起こる。列車砲。全てはあの男に無慈悲なる鉄槌を下すために。
全てはあの男の野望を完膚なきまでに打ち砕かんために。アリサよせ、やめろ。巨大国家エレボニア帝国。この国では近年2つの勢力が対立し、国内の緊張が高まりつつあった。四大名門と呼ばれる大貴族を中心とした保守勢力貴族派、そして平民出身の鉄血宰相ギリアス・オズボーン率いる新興勢力革新派である。だがトールズ士官学院に創設された新たなクラスがこの国の新たな光となろうとしていた。特化クラス7組、彼らの物語が今始まる。広がる早急の大地より集いして友よ、夢と希望に抱き掴みゆけ未来、闇に閉ざされた我らの寺隠し花筋心に目覚めさせよ。ただれる絆結び歩めよ。我らが女神の名のあら希望の旗その手に掲げ、獅子のごとき闘志を燃やし、痛みと喜び分かち合い、いざ進めはたもあなたには何が聞こえているの、星空に誓い合ったあの日の約束、求める世界がとても大きくて、いつの間にか夢さえ忘れてた。過ぎ去ってく季節の波に乗られ溺れそうになる時だって、目にめくる奇跡の息遣いを感じられるのなら、もう迷いなどないさ。
こがトリスタか。いい街だな。うわっ、大丈夫か。すまない、俺がぼーっとしていたせいだな。私がライノの花に見とれちゃってたから。それにしても同じ色の制服なのね。本当だ。他のみんなは緑の制服なのに一体どうなってるんだ。送られてきたものをただ着てきただけなんだが。それは私もだけど、もしかしたら何か理由があるのかもしれないわね。それこそ同じクラスとか。はあそれじゃ入学式でまた会える気がするけど。名前聞いておくんだった。そういえばこのオーブメントにしても制服と一緒に届いた割には何の説明もなかったし。ここがトールズ士官学院、かのドライケルス大帝が創設したと伝えられる学校か。リーン・シュバルツァー君。はい。うん、君で最後だね。トールズ士官学院へようこそ。ありがとうございます。入学式へはこのまままっすぐどうぞ。はい。なぜ俺の名前を、それに俺が最後って。それでも大抵が残したある言葉は今でも学院の理念として築いておる。若者よ、世の礎たれ。いや、なんでもないです。すいません。君も赤い制服なんだね。僕はエリオット・クレイグ。君は？リーン・シュバルツァだ。よろしくな。よろしく。それにしてもなんで僕たちの制服だけ赤いんだろうね。向こうには白い制服の新入生もいるみたいだけど、きっと貴族だね。はいはい、赤い制服の子たちは注目。君たちにはこれから特別オリエンテーリングに参加してもらいます。え？特別オリエンテーリング。詳しい話は現地で行うわ。というわけで全員私についてきて。ほらフィーで、こんなとこで寝てないの。どういうことなのかな。わからないがとにかく行ってみよう。なんだ貴様は。いや、ただ通ろうとしただけで。わざとだな。わざとじゃないです。もう抑えたな。抑えてないです。確実に抑えたな。抑えてないです。僕を誰だか知らないのか。何を隠そう、僕はパトリック・T・ハイ・アーブスだ。あいつ何をニヤニヤしている平民ども。揃いも揃ってこんなものをかけよってかけるわけないだろう。こんなもの好き好んでかけるやつがいるわけないだろう。このメガネなかなかクールだねとは。ねえ、あんちゃんなんか髪の毛の紫と紫のメガネがぴったりだよ。だろ、完璧なコーディネートさ。ねえ、素敵素敵。あんちゃん、ほらあそこ、あの赤い制服の子たちだよ。へえ、可愛い子ばかりで嬉しいな。これはぜひともお近づきにならないとね。充実した学院生活が送れるようにしっかりサポートしなくっちゃ。あ今日から君たち特化クラス7組の担任を務めさせてもらうサラ・バレスタインよ。よろしくお願いするわね。
特化クラス7組。学院の一学年あたりのクラス数は身分や出自に応じて分けた5つだったと記憶していますが、今年から新たなクラスが立ち上げられたの。身分や出自にかかわらず選ばれた生徒たちのクラス、それが君たち特化クラス7組よ。冗談じゃない。まさか貴族風情と同じクラスでやっていけって言うんですか？そうよ。若者同士すぐに仲良くなれるんじゃない？そんなわけないでしょ。何か別に平民風情が騒がしいと思っただけだ。これはその尊大な態度、さぞ名のある家柄だとお見受けするが。ユーシス・アルバレア。貴族ごときの名前など覚えてくれなくても構わんが。アルバレアだと？まさか四大名門の？アルバレア公爵家、大貴族の中の大貴族ね。それがどうした？その大層なご仮面に誰もがひるむと思った。そこまで。そろそろ始めるわよ。ほらフィー、サボってないであんたも行くの。めんどくさいな。心臓が飛び出るかと思ったよ。リンは大丈夫？うわっ！その、なんと言ったらいいのか。信じられない。災難だったね。薬味だ。柔らかかった。ああ、そりゃもう。って何よ！ここは先ほどのところから地下に落とされたのか。まったく不覚を取ってしまったな。みんな無事に到着したかしら？サラ教官の声が。あなたたちが今使っているものはエプスタイン財団とラインフォルト社が共同開発した第5世代戦術オーブメントアークスよ。戦術オーブメント、これが魔法が使える特別な動力機ですね。各自この先のダンジョン区画を抜けて1階入り口まで戻ってくること。ダンジョン？待ちたまえ。貴族風情と同行したいのか？魔獣が怖いのであればノブレス・オブリージュとして貴様を守ってやろう。誰が貴様ごときの力を借りるものか。さっさと片付けよう。ちょっとあの子大丈夫でしょうか？自分の腕によほど自信があるのか。とにかく追いかけて合流するべきだろう。ああ、俺たちも行こう。うん。さっきはすまなかった。いくら相手が傲慢な貴族とはいえ冷静さを失うべきじゃなかった。反省している。ふむ。よければ君たちの身分を聞いても構わないか。含むところがあるわけじゃないんだが、相手が貴族かどうかは念のため知っておきたくてね。リーン・シュバルツァーだ。少なくとも高貴な血は流れていない。僕はエリオット・クレイグ、平民出身だよ。みんなよろしくね。アリサール、まあよろしくしたくない人もいるけど、それ以外はよろしく。エマ・ミルスティンと申します。辺境出身で士官学院には奨学金頼りで入学しました。ガイウス・ウォーゼルだ。帝国に来て日が浅いからよろしくしてもらえると助かる。そうか、君は留学生だったんだな。ああ。それでそちらの君は？ラウラエス・アルゼイド、レグラムの出身だ。アルゼイドってまさかアルゼイド爵家？アルゼイド流で有名な部の名門だな。マキアスとやらそなたの考え方はともかく、私は女神に恥じるような生き方をしてきたつもりはないぞ。いや、すまない。その体があるわけじゃないんだ。あ、いた。もう半分は超えているから、その調子で進めばいいよ。それじゃ。ちょっと君、半分は超えてるって、まさか最後までたどり着いて戻ってきたのか？なんという身体能力だ。とにかく追いかけよう。ああ、はい。おイエス、一人であの群れを。見事な手筋だな。遅かったな。
途中で脱落せず来たことだけは褒めてやろう。その傲岸不遜な態度。アルバレア公爵家といえば帝国で一二を争う大貴族。さぞ僕たち平民のことを見下しながら生きてるんだろう。お前にそこまで言われる筋合いはないな。レーグニッツ帝都知事の息子マキアス・レーグニッツ。帝都知事？あ、そういえばレーグニッツって。お前の父親はテイト・ヘイムダムを管理する初の平民出身の行政長官。ただの平民というには少しばかり大物すぎるようだが、レーグニッツ帝都知事といえば鉄血宰相ギリアス・オズボーンの盟友であり革新派の有力人物だ。宰相を率いる革新派と四大名門を筆頭とする貴族派は断るごとに対立している。だったらどうした？お前のその露骨なまでの貴族嫌悪の言動ずいぶん安っぽく分かりやすいと思ってな。なんだと？ちょっと二人とも落ち着いてくれ。ガーゴール像が動いてる。みんな構えろ。前に。なんという硬さだ。ここは魔法で。魔法。エリオットが落ち着いて。みんな。これで終わりだ。そうさもない。大丈夫か？お構いなく。生きてる。とどめを刺してないじゃないか。所詮貴族の剣術なんて実戦では無意味ということだな。狙うなら翼だ。分かっている。僕に命令するな。翼まで硬くて撃ち落とせない。このままじゃ空中から一方的に攻撃されるだけだ。どうする？アークスの戦術リンクを使うのよ。戦術リンク？わだかまりを捨てて仲間を信じなさい。そうすれば戦術リンクを発動できるわ。仲間を信じるだって。こんな傲慢なやつ仲間なんかじゃない。戦術リンクなど必要ない。俺一人で倒せる。なんだと？アキアスユース。この人たち言い争っている場合か。協力すればこの局面を切り抜けることはできんぞ。入ったいい。ちょっと待って。すごい。助かったよ。ありがとう。フィークラウゼル、フィーでいいよ。私からも礼を言おう。だがソナタは何故単独行動をしているのだ。仲間を信じろと教官殿は言ったが、そもそも行動を共にしていないのでは。後方待機がベストだと思っただけ。初めての実戦だと素人は混乱するから。ソナタ、一体何者だ。ここに来る前は両兵団にいた。両兵？両兵だと？聞いたことがあります。一流の傭兵部隊のことをそう呼ぶって。信じられん。まあ一応は倒せたんだから及第点というところかしら。教官。さてこのオリエンテーリングで分かったと思うけど、7組のカリキュラムは他のクラスに比べてハードなものになる。今ならまだ他のクラスに所属することも可能よ。それを踏まえてあなたたちの答えを聞かせてちょうだい。リーニッシュバルツァー参加させてもらいます。リーン、わがままを言って行かせてもらった学院です。自分を高められるのならどのクラスでも構いません。私もだ。もとより修行中の身、このような試練は望むところだ。留学生として異教の地から来ている以上、やりがいのある道を選びたい。奨学金をいただく身ですので、少しでも協力させていただければ。これも縁だと思うし、みんなとならうまくやっていけそうな気がするな。私も参加します。まあテスト段階のアークスが使われているのは個人的に気になりますけど。ああ、めんどくさいな。じゃ参加で。参加を宣言する。勘違いした取り巻きにまとわりつかれる心配もないし、かえって好都合だ。ならば僕も古ぼけた特権にすがりつく時代遅れの貴族風情にどちらが上か思い知らせてやる。これで
9名全員参加ね。それではこの場をもって特化クラス7組の発足を宣言する。怒涛の一日だったな。結局あの子とも仲違いしたままだし、アークスの戦術リンク本当に俺たちに使えるんだろうか。リスナーの皆さん、こんばんは。こちら帝都近郊のトリスタ放送より夜の9時をお知らせします。先週から始まりましたアーメントタイム。進行パーソナリティは私ことミスティがまったり務めさせていただきます。それではお聞きください。アーメントタイム。ひとときのくつろぎのウィーケンド、夜の雰囲気に身を任せて楽しげな時を過ごすけれど、ねえねえほら気づいてるかな。街はそっと変わってゆくわ。夜の魔法は素敵に広がるの。あなたの知らない不思議な世界、ねえねえちょっと覗いてごらんなさい。さてさて、ここトリスタではライノの花が見頃を迎えています。新生活を迎えた方々は何かと忙しいかと思いますが、たまには外の景色に目を向けてみては。いい息抜きになると思いますよ。ちょっとしたら宇宙になっても戻れなくなるかもね。教官、うわごめんなさい、こんな夜に行ってやられてしまって本当に申し訳。何してるんですか教官、ここ道路ですよ。なんでこんなとこで吐いてるんですか。うわお酒。よし行くか。どこに？ちょっとどこ行くんですか。みんなこうやって大人になっていくのよ。いやわからないですよ。教官、正気に戻ってください。気をつけ。レイ。いい子。そんなに知りたいなら教えてあげる。言ってない。男と女の戦術リンク。いいですよ。何ですか男と女の戦術リンクって。いや、お客さんに全力で感謝。もう一回。お客さんに全力で感謝。もう照れちゃって。照れてない。おし、先に一風呂浴びてくるかいら。や自由か。何なんだこの人は。もういつももう本当に。でも俺がやんなきゃ物語が先に進まない。だって俺主役だもん。リン・シュバルツァー、マイル寝てる。教官何してるんですか。ここベッドですよ。ちょっと起きてください教官。さっきまでピンピンしてたじゃないですか。さっき何気をつけ礼みたいなよくやってたんだから早く起きてくださいよ。本当にお酒強いです。私アリサ、一旦冷静になろう。君は今とんでもない問題に今差し掛かってると思う。だが人生山あり谷あり、人間はこうした問題を通り越して
強くなっていくんだと僕は思う。最背景、お父さん、お母さん、そして妹のエリゼ。僕はもうやっていける自信がありません。さてと、今週末から始まる特別実習について説明しておくわね。特別実習？ええ、あなたたちには今後指定した実習先で特別な課題を受けてもらうことになるわ。今回の実習地はバリアハートよ。バリアハートとはどのあたりにあるのだ？帝国の東部にあるクロイツェン州の州都だよ。ユーシスさんの故郷ですよね。工程は1泊2日。課題もそうだけど、戦術リンクを成功させるためにも親睦を深め合ってほしいところね。親睦？冗談じゃない。貴族と同じクラスというだけでも耐え難いのに、バリアハートといえば貴族主義に凝り固まった連中の巣窟じゃないですか。だからこそ君は行くべきだと思うけど。実習地を再検討すべきだ。貴族と見れば誰彼構わず噛みつく野良犬をバリアハートに放ってはトールズ士官学院の名に傷がつくと思うが。なんだと？そこまで。私は教官として君たちを適切に導く使命がある。それに意義があるというのなら、力ずくで言うことを聞かせてみる？ほう、面白い。乗ってきたわね。せっかくだから実技訓練といきましょうか。みんな構えなさい。まとめて相手してあげるわ。なんで僕たちまで？トールズ士官学院戦術教官サラバレスタインマイル。なんという強さだ。私の勝ちね。バリアハートのお土産期待してるから。じゃあいってらっしゃい。はい。あ、そうそう。実習地に行く前に技術部の方に顔を出しておいてね。技術部？動力バイクをまたカスタマイズしてみたんだ。どう？週末に遠乗りでもって今週はあれか。7組の初めての特別実習だよ。なんだか私たちまで緊張しちゃうね。はあ、失礼いたします。失礼する。失礼します。おや、失礼する。噂をすれば。失礼します。特化クラス7組の皆さん、ようこそ技術部へ。あなたは入学式の時に会ったトワンハーシェル、この学院の生徒会長です。生徒会長？そんなにかしこまらなくていいよ。まったく1年生は可愛いね。特に開花を待つ可憐なつぼみたち。おいで。大きいね。今すぐ私の手で。大丈夫？へえ。おーっと。ダメ？ダメ？大丈夫だよ。これは新入生の身体検査さ。身体検査だ？なるほどね。おいで。よし。ああ、かわいい。くすぐったい。そして強い。僕たちに刺激を強い。隠れても無駄だよ。アリサ。
見つけた。ほら人前の方が興奮するだろ。そんなことないです。ほら私の目を見たよ。今日くらいいいじゃないか。誰かさあ一緒にこのまま行こう。ダメです。ワンちゃん、人前だけど、人前じゃないけど、ダメ、絶対。ダメ絶対。ダメ、絶対。ダメ絶対。しょうがないな。また後でね、アリサ。お二人はどういう関係なんですか？それは。ああ、彼女とは同郷でちょっとね。ちょっとあなたはアンゼリカ・ログナーだ。四大名門のログナー公爵家。さすがに知っていたかい。まあそこの不肖の娘といったところかな。この技術棟は学院におけるオーブメント工房でね、私たち技術部があらゆる動力機の整備調整をしているんだ。去年はアークスのテスト運用もしたんだよ。そうだったんですね。今日はここにはいないが、他にもメンバーがいてね、全員クラスは違ったんだが楽しくやっていたよ。ま、腐れ縁というところかな。クラスが違っても仲がいいなんて素敵な関係ですね。君たちは7組なんて特殊なクラスにいるんだ。仲間とはすぐに打ち解けられそうなものだかって何か問題でもあるのかい？それが特化クラス7組は学院としても初めての取り組みだし、いろいろ大変なこともあると思うの。困ったことがあったらぜひ生徒会まで来てね。一生懸命サポートさせてもらうから。はい、ありがとうございます。眠れない夜はいつでも呼んでおくれ。子猫ちゃんたち。C E いや F。 私も。大丈夫とはまだまだこれからがある。あんちゃん。とうとう特別実習か。結局アリサとも気まずいまま。こんな調子で1泊2日なんて大丈夫なんだろうか。おはよう。おはよう。ごめんなさい。どうして謝るの？オリエンテーリングの時、私を助けようとしてくれたのよね。それなのに私気が動転してしまって、本当にごめんなさい。いや、いいんだ。気にしないでくれ。ありがとう。それはともかく、あなたに非がないのは認めるけど、それとこれとは話が別だからね。何の話だ？だから私があなたの顔に胸を押し付けちゃって。とにかくそのことに関しては思い出すのも厳禁だから。いいわね。ああ、そんなに念を押されたらかえって忘れられないような。おはようございます、リンさん、アリサさん。おはよう。あれ？よかった、やっと仲直りできたみたいだね。それはおかげさまでね。あとはマキアス・レーグニッツ、バリアハートではせいぜいおとなしくしておくんだな。貴族の町で貴族を批判するほどの度胸があるようには見えないが。ユーシス・アルバレア、バリアハートで実習だからといって実家の権力を使った不正など考えないことだ。なんだと？マキアス、ユーシス、みんな立場も違えば考え方も違う。譲れないことだってあるだろう。だけど俺たちは同じ時間を、同じ目的を共有する仲間だ。とりあえず今は休戦する。それでいいな。それくらいの茶番に耐える忍耐力なら発揮してやろう。V だ。おお、やれやれ。 V だ。
ここがバリアハートか。さすがに立派な町だね。翡翠のコートと言われるだけあるな。ユイシス様、お帰りなさいませ。軍人？彼らは両方軍、四大名門と呼ばれる大貴族が治安維持のために有している軍隊だ。今回は士官学院の実習で戻ってきただけだ。過度な出迎えは不要と連絡が言っているはずだが。いえいえ、アルバレア公爵家のご意向とあらばこれでも足りないぐらいです。さあ、お荷物をお持ちいたします。その必要はない。下がりたまえ。兄上？兄上？ルーファス・アルバレア、ユーシスの兄にゃ。ま、恥ずかしがり屋の弟のことだ。私という兄がいることなど諸君には伝えていないだろうがね。おお、ユーシスが遊ばれてる。新鮮な光景だな。それで兄上はなぜこちらに？私をただ出迎えに来たというわけではないでしょう。君たち特化クラス7組の特別実習、その課題を選定したのは私なのだよ。これがその課題だ。オーロックス峡谷の魔獣退治と地下水路の魔獣退治。オーロックス峡谷。さて、特化クラス7組の諸君には今宵標王の席を用意したかったのだが、あいにくこれからテートに出向く用事が入ってね。テートにですか？父の名代でね。この兄がいないのがそれほどまでに寂しいのかな。冗談を。不愛想な弟だがよろしくしてやってほしい。女神の加護を。長い車があるのか。妙なところを見られたな。ユーシス、弟って感じだった。しかしこのタイミングで兄が不在になるとは。いや、こちらのことだ。さあ、ホテルに荷物を置いたら早速始めるぞ。先ほど課題にもあったオーロックス峡谷にはオーロックス砦という両方軍の拠点がある。オーロックス砦？そういえば帝国時報に記事が出てたよ。ほら、最近になって全面的に改修されて最新の戦車まで配備されるって。見せて。最新の戦車だと？どうして地方の両方軍なんかにそんなものが必要になるんだ？貴様にもわかるだろう。これが帝国の現実だと。貴族派と革新派、四大名門による貴族連合と鉄拳最初ギリアス・オズボーンとの対立は水面下で激化している。両方軍の軍備増強はその一端というものだ。ああ、軍備増強を決めたのは俺の父アルバレア公だろう。文句があるなら受け付けてやっても構わんが。いや、いい。今は特別実習が先だ。さっさと片付けてご飯にしよう。フィーちゃんたら。母様。僕の左遷所に入るな。まずは剣で動きを止めるのが先決だろう。私が前に出る。そろそろ。はいはい、うわ、目くらましちゃった方が早いよ。せめて先に行ってよ。とにかく殺しきり。とどまれことなんてまびらめんどくさよ。自分らしく生きること、ただそれだけでいい。ダウダウ。何も言わないでくれ。先ほどの判断はそなたの方が正しい。己に打ち勝つこと、それが私の信念。まっすぐにぶれないこと、それが私の強さ。協力すると言っておきながら腹の底な平民をバカにする。それが結局貴族の考え方なんだろう。アホ、その決めつけの視野の狭さほどが全ての原因だとなぜ気づかん。また喧嘩が。二人とも落ち着け。叫んでない定めたら手段なんて選ばない。邪魔なものは排除、全滅開始するよ。だけど今この時は目の前の壁のリングへ
大切なもの守るために熱い心合わせてシークリットダンス投げ払う踊れ妖精のように道は私が切り開くあとは任せたよ迷いないその想い剣に宿し打ち払う求め挑む価値のない戦いなど認めはしない共に歩む時の中で想いを一つにつなげてありのままの自分たちを信じ合えれば一度負けはしない大丈夫か？大した傷じゃないさ。まさか生きていたとは。油断したよ。すまない。その完全に俺たちのせいだ。立てるか？こちらへ。陽光よ、彼を癒せ。委員長、何か言ったか？いえ、何も。はい、これで大丈夫ですよ。ありがとう、委員長。痛みをほとんど感じない。これなら大丈夫そうだ。痩せ我慢だけはするな。いつでも肩を貸す。遠慮なく言ってくれ。あ、辛くなったらそうさせてもらうよ。明日の特別実習も魔獣退治だよね。結局戦術リンクは一度も成功してないし、こんな状態で大丈夫なのかな。仲間を信じること、教官はそう言ってたわよね。表面をいくら取り繕っても戦術リンクは発動しないということか。信頼か。実はみんなに黙っていたことがある。俺の身分について。シュバルツァー男爵家、帝国北部にある山岳地ユミルを治めている貴族。それが俺の実家になる。その名は聞いたことがある。男爵家ながら皇帝家にもゆかりのある名家だと。まさかディーンまで貴族の若様だったなんて。と言っても俺は養子だから貴族の血は引いてないんだ。リン、すまないマキアス。騙すようなことをして。ずるいぞ君は。この状況では怒ることもできない。本当にごめん。眠れないのか？お前の方こそ。シュバルツァー男爵家か。あまり貴族らしからぬ生活を送っていたようだが。父の流儀でね。領主は民に寄り添うべし。いつもそう言っていたよ。いいご両親に育てられたようだ。ああ、感謝している。ユイスは実家の方に戻らなくてよかったのか？ああ、今は特別実習の最中だしな。それに父も。父も平民の娘に産ました子などさして興味はないだろう。兄の母は貴族出身の正妻で未だ存命している。俺の母は平民の出で8年前に亡くなった。つまり俺は妾の息子というわけだ。そうだったのか。でもお兄さんと仲がいいのは本当のことなんだろ？ああ、悪くはないな。8年前に引き取られて以来ずっとよくしてもらっている。剣も作法も兄から教わったものだ。だと思ったよ。リン、お前の剣には
どこか危ういものを感じる。オリエンテーリングの時アリサをかばった時も、そして今日のこともそうだ。自分の身の安全など顧みず他人を守ることを優先する。本来ならば褒めてしかるべき行動なのかもしれない。だが俺にはそれがいびつに見えてならないんだ。昔からそうだった。自分でもわからないんだ。そうか。悪かったな。少し風に当たってくる。ユース、おやすみ。ああ、いい夢を。どれだけ孤独感じたらぬくもり心に知るのだろう。例えば全てを手にしたらこの願い叶うのか。許せないほど大きな壁に全て阻まれ、自分の在りかさえ見出せず仮面は外せない。家族を犠牲にしてまで何を得るというの。子供のあなたには見えてないのよ。大きな動きが戻れないなら壊れたのならここは私のアリカではない。誰にも頼らず世界のことに自分だけの目で確かめばしない自分の力で生きてゆくわ。好きになさい。さよならお母様。お茶が入りましたよ。今日の課題は地下水路の魔獣退治ですね。ユーシス・アルバレア。なんだマキアス・レーグニッツ。アークスの戦術リンク機能、この実習の間に何としても成功させるぞ。マキアス、うちの副院長は単純だな。昨晩の話を盗み聞きしてほだされたといったところか。勝手に決めつけないでもらおう。君の家の事情やリーンの話など僕はこれっぽっちも。なになに秘密の話。いいなあ。いい風が吹き始めたようだな。ユーシ様、お前らは父上好きの。どうしてここへ。公爵閣下がユーシス様を親方へ呼ぶようおっしゃりまして。父上が。行ってきたまえ。午前中は私たちだけで地下水路に降り魔獣の数を減らしておこう。正午にこの広場で合流。それでどうですか。
いいだろう。俺がいなくて心もとないと思うが、せいぜい頑張ってこなすがいい。あちらへ。なんでああいう言い方しかできないかな。よーし、それじゃあせいぜい頑張ってユーシスに楽をさせてやるか。それにしてもなんだ、マキアスのおかげでいい方向へ向かいそうだと思ってさ。えらいえらい。子供か僕は。子供か僕。なんだその生温かい目は。士官学院1年マキアス・レイグに言ってたな。オーロックストーリーで侵入容疑で貴様を逮捕する。何のことですか。ちょっと待ってくれ。何かの間違いです。彼はずっと俺たちと一緒にいた。ユーシス・アルバレアさんも彼の潔白を証明してくれます。それがどうした。連れて行け。離せ。離せ。正午になったのにユーシス戻ってこないね。一体何が起きているというのか。私たち全員ではなくマキアスさんだけを連れて行ったということは。ああ、革新派の有力人物レーグニッツテート知事の息子を拘束するのが狙いなんだろう。取引のカードとしてな。この件ユーシスの本意ではないだろう。いくら貴族派と革新派が対立しているとはいえ、このような蛮行を許す男ではない。ええ、きっとユーシスのお父様であるアルバレア公の特段よね。もしかしてユーシスを呼び出したのはマキアス逮捕の邪魔をさせないため。ユーシスのお兄様には頼れないかしら。ルーファスさんはテートにいるからな。この状況で頼るのは難しそうだ。だったらもう私たちで直接奪還するしかないと思う。奪還？だがどうやって奪還する？まさか正面突破するわけにもいくまい。そういえば今日の課題って地下水路の魔獣大使だよな。そうだけど。もしかしたらその地下水路両方軍の詰め所まで通じているんじゃないか。確かに。地下水路いいかもしれません。こっそり侵入して秘密裏に奪還する。だとしたら煙幕を使っての派手な陽動はなしか。煙幕ってフィーちゃん、そんなものをいつも持ってるんですか？乙女のたしなみ。絶対に違うと思う。よし行こう。まさかこんなところまで入り込んでくるとはな。ユーシス、よかった、無事だったのね。まさか屋敷に戻るなり行動の自由を奪われるとは思わなかった。どんな状況か分かっているようだな。ああ、革新派を牽制するためにテート知事の息子に濡れ衣を着せて拘束する。まさかそこまで露骨なことを父が企てていたとは。ユーシス、俺のことはいい。両方軍の詰め所はこの先だ。さっさと行くぞ。ユーシス一人でマキアス助けに行こうとしてたんだね。違う。父のやり方に納得いかなかっただけだ。それに奴も今頃心細くてベソを書いてるに違いない。それを目撃できるんだ。助けてやる価値はあるだろう。やれやれ。なんだその北斎意味は。よし、先を急ごう。父さん、みんなどうしてここに。とりあえず開けるね。みんな下がって。イグニッション。おい、ほうけてる暇はないぞ。脱出だ。みんなありがとう。しかしまさか君までここに来るとはな。違う。お前のベソを描いた顔を確認しに来ただけだ。それに父に一矢報いようと思ってな。そうか。なんだ今の音は。うわっ、こっちだ。行くぞ。これはおそらく地下水路から侵入されたものと思われます。あの学生どもの仕業か。どうやら痛い目になってもらう必要があるようだな。獣どもを出せ。君の
のところの軍隊はこんな化け物まで使うのか。俺に聞くな。退路は断たれたか。戦うしかないようだな。せいぜいしつけてやる。トールズ士官学院7組全力で目標を撃破する。これはまさか戦術リンク。優しい光だ。だが体の内から力が湧いてくるようだ。まったく手間をかけさせてくれる。君は成功したものをぶち壊したいのか。みんな来るぞ。すごい。みんなの考えていること見てるものが手に取るようにわかる。これが戦術リンクの力か。戦術リンクが。ここは俺たちに任せるがいい。ああ、行くぞ。ルーシス・アルバレア。マキアス唯一の戦術リンクがさらに強く。これならどうだ。成功したな、戦術リンク。だがまだまだ甘い。せいぜい精進するんだな。だからなんで君はいつも偉そうなんだ。あ、しまった。貴様らよくもふざけた真似を。どうやら全員捕まえたいらしいな。捕まえてみろ。ヒュージス様。いくらユーシス様でも軍事姿勢の無難心で許さえもなりません。ましてや容疑者を逃がす。いい加減にしろ。反りが合わないとはいえ同じクラスで学ぶ仲間、その者があらぬ容疑をかけられ政治の道具に使われるなど、このユイス・アルバレア見過ごせるとでも思ったか。そこまでだ。ウーファー様。父上には話を通してある。ここは私が引き取るゆえ君たちは戻るがよい。はっ。二人はどうしてここへ。さすがにタイミング良すぎかも。ああ、とある主事から連絡をもらってね、急いでテートにいる理事さんに連絡を取って飛行艇に一緒に乗せてもらったってわけ。理事？ああ、理事として生徒の不当な拘束を許すわけにはいかないからね。改めて士官学院常任理事を務めるルーファス・アルバレアだ。今後ともよろしく願おうか。こうして俺たち特化クラス7組の初の特別実習は大波乱のうちに幕を閉じた。トールズ士官学院特化クラス7組、彼らこそが光となるのかもしれない。動乱な衝突が聞こえる帝国において貴族と平民、その対立を乗り越えられる唯一の光に。士官学院特化クラス7組、なかなか面白そうな連中じゃねえか。暇つぶしくらいにはなりそうね。それでは計画を先に進めるとしようか。すべてはあの男に無慈悲な鉄槌を下すために。すべてはあの男の野望を完膚なきまでに打ち砕かんために。
毎度おなじみミスティです。帝都近郊トリスタ放送より夜の9時をお知らせします。アーベントタイムのお時間です。5月も半ばを過ぎて新緑も盛りになりましたね。帝国の各地では着々と月祭の準備が進められているようです。月祭か。もうそんな季節なんだね。帝都の月祭なら日帰りでも行けるんじゃないか。ただ週末には特別実習が入ることもあるからな。だよね。行きたいな月祭。ねえ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 、この前の中間試験、まさかエマとマキアスが同点1位なんてね。さすがだなマキアス。ああ、さすがだなエマくん。いえ、お互い頑張った結果だと思います。試験が終わったら特別実習だって言ってたよね。今度はどこになるんだろう。そうですね。温泉来た。いいねリン。あの二人。ああ、ラウラとフィーは戦術リンクも失敗続きだし、どうにかしなきゃいけないんだが。最初は単に戦闘スタイルの違いで噛み合わないのかと思っていたが、どうやら別の理由があるようだな。まあ事情はそれぞれだろう。何しろ未だ家名を明かさん者もいるくらいだからな。今それを言うの？まあアリサが教えてくれる気になるまで制作したりしないさ。別にもったいぶってるわけじゃないのよ。ただあまり周りに知られると面倒なことになるかなって。こんにちは。みんなご機嫌いかがかな。東和会長、アンゼリカ先輩、僕たちに何か？この第三学生寮の管理人さんが到着されたのでお連れしたの。どうしてそれに私がついてきたかわかるかな。その管理人さんが可愛いから。アリサ、正解だよ。なんかリン君ありがとうね。それじゃあみんなに管理人さん紹介するね。どうぞ。あなたは。お久しぶりでございます、お嬢様。シャロン、どうしてあなたがここに。まさか母様が。はい、会長に申し付けられまして、今日から第三学生寮の管理人を務めさせていただきますシャロン・クルーガーと申します。アリサお嬢様のご実家ラインフォルト家の使用人として使いさせていただいております。ラインフォルトだの？大陸最大の巨大工業メーカーですね。私たちが使っているアークスの開発にも関わっていますし。その会長の娘ということは、下手をすればそこらの貴族生徒よりも資産家じゃないのか。貴族生徒が多いこの学院内で家名を隠すのも理解ができるな。お嬢様の大好きなアプリコットジャムをたくさん作ってきましたわ。明日の朝食にお出ししますね。本当？はい、やったー。じゃなくて、私認めない。あなたが管理人なんて絶対認めないから。いやー、みんな中間試験頑張ったじゃない。クラスごとの平均点順位、この7組が1位だったわよ。エマとマキアスがすごかったのはもちろんだけど、何気にユーシスも3位だしね。そういうアリサも8位だったしな。俺たちも勉強を見てくれたおかげで成績が上がったよ。この俺がいる7組が負けることなどありえんのだ。だからなんで君はいつも偉そうなんだ。それじゃあ早速今月の実技訓練を始めるわよ。まずはリン・シュバルツァー。はい、彼の実技訓練のお相手、僕にお任せいただけませんでしょうか。あの白い制服、貴族クラスのトールズ士官学院1年1組パトリック T はい、アームズだ。はい、アームズ。有名な家柄なのか。有名も有名、四大名門の一つよ。まあユーシスの実家に比べたらちょっと格好劣るんだけど、いや、なんでもないです。すいません。1組の代表でもあるこの僕が真の帝国貴族の気風を君たちに示してやろうじゃないか。面白そうじゃない。いいわ、リン・シュバルツァー、前へ。はい、頑張ってください。頑張れリン。頑張れ。
ケッチョンケチョンにしてやれ。始め。行くぞ。なかなかやるじゃないか。バカな。そこまで勝者7組代表。やったー。いい勝負だった。危うく押し切られるとこだったよ。機会があればまた。触るなゲローが。いい気になるなよリンシュバルツァ。ヒュミルの漁師が拾った羊も知れぬヒロアジごときが。あなたね、他の者も同じだ。貴様ら平民ごときがいい気になるんじゃない。ラインフォルト、所詮は成り上がりの武器商人だろうが。おまけに蛮族や両兵上がりの小娘まで混じっているとはな。貴様、いい加減にしろ。貴族とはそんなにも立派なものなのか。何？貴族とは何をもって立派なのか説明してもらえないだろうか。決まっているだろう。貴族とは伝統であり家柄だ。貴様ら平民には決して真似できない気品と誇りだがさ。それが僕たち貴族の価値だ。なるほど。それさえあれば先ほどのような言い方も許されるものなのだろうか。ガイウスなかなかいい問題提起ね。さあ実技訓練の続きをするわよ。パトリック、あなたは教室に戻りなさい。失礼する。ありがとうガイウス。なんというか助けられたよ。まあお前の役に立ったとしたら何よりだ。あら、もうそんな時間？じゃあ続きは明日に持ち越しね。解散の前に今月の実習地を発表するわよ。ノルド高原、古くから遊牧民が住む高地でありガイウスの故郷よ。確かルーレ駅で乗り換えだったよね。ああ、ノルド高原まであと少しだ。それにしてもシャロンさんが作ってくれた朝ごはんすっごい美味しかったね。随分といいメイドを雇っているじゃないか。雇ってるのは母だけどね。でも大したものだと思うわよ。家事全般はもちろんラインフォルトグループ会長である母のスケジュール管理もしてたから。すごいですね。どう考えてもメイドさんの仕事じゃない気がするんだが。それだけ優秀なのにどうして管理人なんて。どう考えても母と何か企んでるとしか。お嬢様、シャロン、どうしてあなたが先回りしてるのよ。それはもうお嬢様への愛がなせる技と申しますか。お昼に皆さんで召し上がっていただければと思いお弁当をお持ちしました。どうも。ラインフォルト家のメイドは主人を驚かせるのが趣味らしい。大方帝都で定期飛行船に乗り込んだといったところか。その通りでございます。お弁当は飛行船の厨房を借りて作りました。出来たてですのでどうぞご賞味ください。ちょっとシャロン、あなたもしかしてこのままノルド高原までついてくる気じゃないでしょうね。ああ、いえ、実はこの後別のお仕事が入りまして。私の仕事を手伝ってもらうことになったのよ。母様、久しいわねアリサ。そしてそちらが7組の面々というわけね。アリサの母イリーナです。ラインフォルトグループの会長を務めさせてもらっているわ。よろしくお願いするわね。まあせいぜい不詳の娘と仲良くしてやってちょうだい。仕事があるのでこれで失礼させてもらうわ。シャロン、行くわよ。かしこまりました。いい加減にして。そうやっていつも仕事ばかり優先して勝手に家から飛び出していった娘に何か一言もないわけ。アリサ、
所詮は子供ね。力もなく、この世の断りも知らず、ただ声を上げればそれだけで何かが変わると思っている。自由に振る舞っているつもりで大きな力に飲み込まれていることに気づいていない。それが今のあなたよ、アリサ。これで満足かしら。行くわよ、シャロン。あ、そういえば私はあなたたちの学院の常任理事を務めさせてもらっているの。アークスの開発にも関わっているから、あなたたちのレポートは毎回興味深く拝見しているわ。今回の特別実習にも期待させてもらいましょう。アリサ、大丈夫か？私のバカ！まさかあの人が理事を務めている学院だったなんて。どうしてもっとちゃんと調べなかったのよ！アリサ。8年前だったわ。技術者だった父が亡くなったのは、それから私の家は変わってしまった。取締役だった母は際限なくグループを拡大していった。鉄鋼や鉄道、それに戦車や銃のような兵器まで。ラインフォルトのことを死の商人と揶揄する人もいるわ。アリサ。複雑ではあるけれど、私は自分の家のことを恥だと思ったことは一度もないわ。だけどここ数年、うちが作ってきたものはさすがに行き過ぎとしか思えない。それってまさか列車法、あなたも聞いたことくらいあるでしょう。ああ、噂くらいには。何でも世界最大の長距離動力砲なんだってな。ええ、たった2時間で人口50万のクロスベル市を壊滅できる殺戮兵器、それが列車砲よ。とんでもないな。でも母は私の意見なんて聞き入れてくれなかった。母は2門の列車砲を帝国軍に引き渡して、味方だと思っていたシャロンも雇い主である母に従うだけだった。アリサ、空を見上げてみなよ。どうせ風に当たるなら、うつむいているより見上げた方がいいんじゃないか。戻れない暖かな思い出の日々、破れた家族の写真、どんなに離れて胸の思いはいつも胸に一人じゃない僕がここにいる。うつむかないで。怖いのよ、世界が変わってゆくのが。私踏み出せない
迷いながら明日へ進もう同じ時を共に生きる仲間が勇気をくれる共に行こうありがとう、リー。心配してくれて、空を見上げろと言ってくれて。アリサ、ごめんね、邪魔しちゃって。悪いとは思ったんだが。あなたたち、いつからそこにいたの？アリサ、空を見上げてごらん。いつもちゃんと聞いてるね。思わずじんときちゃいました。いい場面に立ち会わせてもらった。あら？ヒューヒュー。いやこら！ヒューヒューじゃないの。もうこうなったらあなたたちの恥ずかしい青春トークもぶちまけてもらうから。お断りだ。本当にいいところだな、ガイウスの故郷は。そうだろ。こんばんは、ミスティです。デート近郊トリスタ放送より夜9時のお知らせです。それではアーベントタイム行ってみましょうか。さて、デートの月祭もあと1週間に迫ってきましたね。デートの月祭といえばデート歌劇場で開かれるコンサートが見どころですよね。それじゃあ今週末に行ってもらう実習地を発表するわよ。やっぱり月祭にかぶっちゃったか、特別実習。テイとヘイムダル、月祭の真っ最中でかなりの人手だと思うけど、くれぐれも気をつけること。よかったな、エリオット。月祭の時にデートにいられるんだ。マキアスとエリオットはテート出身なのよね。ああ、道案内や施設の案内などは僕たちに任せてくれたまえ。そろそろ全員の戦術リンクがものになるといいんだけど、いい報告期待してるわよ。ラウラとフィーは相変わらずか。説明しづらいんだけど、ラウラとフィーを見ているとお互いの存在に戸惑っているみたいに感じるの。戸惑っている。考えてみれば2人は全く違う世界で育ってきたわけだからな。まさか今回の課題を用意してくれたのがマキアスのお父上だったなんてな。ああ、実習地がヘイムダルだと聞いた時はまさかとは思ったんだが。テートの巡回と魔獣退治が。テートは広いから二手に分かれた方がいいかもな。でもびっくりだよね。ユーシスのお兄さん、アリサのお母さんについてマキアスのお父様で学院の理事だなんてね。さすがに偶然というには苦しすぎるな。やはり7組設立にはアークスの適合者だけではない、何か別の目的が。あ、写真発見。あ、これちっちゃい頃のマキアス。かわいい。昔は何とも言えない愛らしさを持っていたのだな。今や見る影もないな。そうか、目元のところには面影が。眼鏡かけてる。人の写真で盛り上がるんじゃない。マキアスの隣に写ってるのはお姉さんか。ああ、父方の重視でね。でも亡くなったよ、6年前に。姉さんは僕より9歳年上で僕にとって自慢の姉だった。でも姉さんは貴族の男と身分違いの恋に落ちたんだ。
相手は伯爵家の跡継ぎという正真正銘のサラブレッドだった。そして父さんが仲人に立つ形で2人は婚約したんだ。それが終わりの始まりだった。終わりの始まり？相手の実家である伯爵家が露骨に潰しにかかってきたんだ。姉さんに対しありとあらゆる脅しや嫌がらせが加えられた。そして姉さんは自ら命を絶ったんだ。そんな。なんと卑劣な。あの男は、彼は言ってたよ。妾として生涯大切にすると誓ったのに、どうして命を絶ったんだってね。これがレーグニツ家の事情さ。そんなことが。マキアスの貴族嫌いの原因はそういうことだったんだな。でも今は違う。平民でも悪人は悪人だし、貴族にも尊敬できる者はいる。ユーシスはともかく、リン、ラウラ、君たちにはそれを教えられた。マキアス、ここまで来たらユーシスだって認めてあげればいいのに。冗談じゃない。あんな傲慢で尊大なやつを断じて認められるものか。いつも人のことをガリ弁なの余裕がないだの。本当のことだろ。なんだと。まあほら、ユーシスってある意味天然っていうか悪気がって言ってるわけじゃないし。それが一番腹が立つんじゃないか。いやマキアス。しかしホテルの地下に魔獣なんて物騒な話だな。テートの地下には中世時代の地下道が広がっているんだよ。最近は魔獣が増えてきて困っているという話だな。あら、お嬢様、シャロン、まさかこんなところでお目にかかれるなんて。なんて白々しい。ヘイムダルには寮母としてではなく会長のご指示で参りました。本当に偶然ですわ。いや、この出会いは偶然などではなく女神の巡り合わせさ。絶対紫だし。やあ、子猫ちゃんたち。トワ会長、アンゼリカ先輩。みんな特別実習頑張ってる？お二人はどうしてここへ？私が無理を言ってトワを連れ出したのさ。そうでもしないと休めないからね。休めない？ああ、まったく優秀すぎるのも困ったものだよ。トワは生徒会の仕事だけでも大変なのに、君たちの実習の細かい手続きや書類作成に加え、サラ教官の仕事を手伝ったりもしているからね。教官の仕事？あの人は。まあ教官だって忙しいんだし、それに私一人で全部こなしてるわけじゃないんだよ。生徒会のみんなやあんちゃんたちにも手伝ってもらってるから。確かに無理やりにでも休みを入れないとずーっと働いてそうですね、トワ会長。だろ。ま、そういうわけだからこれで失礼するよ。そうだ、クロウ君たちのお土産も買わなくっちゃ。ああ、もちろんあの紫のメガネだな。ということだから、私たちもアークスを持ってるから、困ったことがあったらいつでも連絡してね。はい。じゃあ行こうか。実際、チョコバナナ食べたい。じゃあ僕が買ってくる。いや僕はそれ。じゃあ私が。トワ会長、チョコやめろやめろやめろ。ベータクロチルだ。すごい、本物だ。まさか本物に兄貴が来るなんて。君たち何をぼんやりしてるんだ。あの有名なオペラ歌手青のディーバことベータクロチルダがここにいるんだぞ。綺麗な人だね。青のディーバー、聞いたことがあるような。あなたたちどこかの学校の生徒さんよね。もしかして私のサイン目当てにわざわざ来てくれたのかしら。それはもうそれ以外に用事などありえませんよ。違うだろう。ゴン。僕たちはトリスタにあるトールズ士官学院のもので、今日は自主でこちらに来ておりまして。士官学院っていうことは、もしかして例の地下道の魔獣退治かしら。そうだね。まあ仕事はこれからだけど。僕たちにお任せください。きっとやり遂げてみせますから。期待しているわ。いけない、次のリハーサルに行かないと。それじゃあ失礼するわね。雑誌で見るよりも何倍も嫌いだった。
どこかで会ったような、いや聞いたような。さあ君たち、ぼんやりしてる暇はないぞ。ピータ・クロチルダの安眠を守るために働こうではないか。わあピータ、おつらおつら、クロチルダ、ピータ、クロチルダ。何も起こっていないようだね、今のところは。直前になって課題変更の手続きがあったから心配になってきてみたけど、大丈夫かな。本来の課題は帝都周辺の魔獣退治。しかし月祭というこのタイミングで帝都の巡回と地下道の魔獣退治に変更。さてこれは何を意味するのか。なんだか嫌な予感がする。リン君たちの特別実習が何事もなく無事に終わるといいんだけど。さあ、お仕事お仕事。時は至った。今こそ我らが鉄槌をもって赤き都の眠りを覚ます時だ。おい何、この笛さえあれば革新派の連中も恐るるに足りん。頼もしき同志たちよ、力を尽くしてくれ。これ以上そなたたちの足を引っ張るわけにはいかない。今回の実習、私は後方支援に徹する。ふざけないで。じゃあ私が外れる。戦力的にもその方が合理的。いや、これは私の未熟の結果によるものだ。そなたを心のどこかで受け入れられぬ私のな。ラウラ、巡回任務の方に戻りましょうか。そうだな、まずは地上に出るとしよう。行きましょあれ、アリアの調べは聞こえる。う。ほんと綺麗な音。月祭に向けての練習かもしれないな。きっとそうだよ。みんな今頃月祭のリハーサルしてるんだろうな。みんなとは？ごめん、前の学校の同級生。今はみんな音楽院に進学してると思うよ。音楽院？うん、実は僕音楽院を志望してたんだ。僕の母さんはピアニストでさ、小さい頃から母さんのピアノを聴いて育った。家にはいつも温かい音色と笑顔があふれてた。でもそんな母さんは7年前亡くなって。そうか。エリオット、君も？うん。僕は音楽院に進学してピアニストの道を歩もうとしたけど、父さんはそれを許してくれなかった。僕に許されてる道は士官学校だけだったんだ。そんな。父さんを恨んだよ。争い事は苦手だし、戦争なんてもっと苦手だ。でもトールズ士官学院ってところだけは音楽の授業が充実してると分かって、それで結局妥協しちゃったってわけ。みんなと比べたらちょっと情けない理由でしょ。エリオット。エリオットは後悔してるの？士官学院に入ったこと。どうして？士官学院卒業後、音楽の道を目指すにしても別の道を目指すにしても、今度こそ僕は僕自身の意志で進むべき道を決められると思う。強いな、そなたは。そんなことないよ。君たちと7組のみんなと出会えたからね。エリオット、エリオットの話を聞いてようやく己の心の見極めがついた。フィー、私と勝負してもらおう。
いいよ。いや、いいよじゃないだろ。君たち何。私が勝ったらそなたの過去を教えてほしい。分かった。感謝する。ラウラエス・アルゼイドマイル。やるなサッチコさん。引き分けだな。私の負け。地下道という狭い空間では私の双剣銃の方が有利なのに決着をつけられなかった。しかしラウラ、フィーはこういう時気を使って負けを宣言するようなタイプじゃないさ。確かに素直に勝利を受け入れるがいい。ああ、分かった。フィー、正直に話そう。私は良平という存在にいい感情を持っていなかった。それゆえそなたと心を合わせられないのだと考えていた。だがエリオットの話を聞き気づいた。私の心はとっくにそなたのことを信頼できる人物だと認めていたのに、この固い頭はそなたとは合わないと決めつけてしまっていたのだ。それは私も同じ。ラウラは私を受け入れられないってどこかで諦めてた。そうか。でもどうして私の過去を知りたいの？決まっている。私がそなたを好きだからだ。何を？どうも私は自分が見込んだ相手のことは理解できないと気が済まないらしい。これは私のただのわがままだ。気づいた時には戦場にいた。どこかの国のどこかの辺境にある名前も知らない紛争地帯で一人さまよっていた。フィー、君は戦災孤児だったのか。うん。私を拾ったのは両兵王、西風の旅団という有名な両兵団のリーダーだった。団員はみんな私を可愛がってくれた。そのうち私も旅団の一員として戦うようになって、いつしか私はシルフィードなんて呼ばれるようになっていた。シルフィード、西風の妖精か。でも去年団長は宿敵の両兵団の団長と相打ちになって、団員もみんなどこかにいなくなってしまって、私だけが残された。そんなことが。途方に暮れてた私の前にサラが現れた。サラは強引に私を学院長に紹介して、私は士官学院に入学した。あとはみんなも知ってる通りかな。正直予想以上だった。私の知っている世界とは核も狭きものだったのだな。ようやく私はそなたを知った。ありがとうフィー。うん。
7組の諸君、ずいぶんとまあ薄汚れてるじゃないか。まったくこの場にふさわしくないいでたちだな。肩にクモの巣ついてた。うわっ、バックモン取って取れ西丸太それだけのがなんで？まあ休日を士官学院の遊びに付き合わされてる貴様らと違って、我がハイアーム付けは皇室のご招待に預かり、この音楽祭に参加しているのだ。その赤い制服、君たちが特化クラス7組か。特別実習もいいがゲストを楽しむことを忘れないでくれ。おーい、君たちは今青春のど真ん中にいるんだから、踊ろう。ゴーファイ。蒸し暑い夏の夜にさまない美しい音楽、リセットのハイビでエブリナイトポップコーン。かがり火とともに、そうかがり火とともに燃え上がる。ああ、かがりとともに燃え上がる。ああ、盛り上がってきた。燃え上がる。ああ、自分が怖い。ああ、自分が怖い。誰か止めてくれよ。恋です。恋でした。ロマンなんだが。あなたはお前たち何をぼーっと突っ立っているんだ。この方はオリバルト殿下だ。オリバルト殿下？まあ楽にしてくれたまえ。オリバルト・ライゼ・アルノール、巷では宝刀王子なんて呼ばれているよ。そしてトールズ士官学院の理事長でもある。理事長？ああ、そして君たち特化クラス7組の発起人も何を隠そうこの私なのさ。殿下が7組を。これはオリバルト殿下におかれましてはご機嫌麗しく、招待される身での訪問、どうかお許しいただきたい。礼儀正しいテロリストもいたものだね。テロリスト？違う、我々は帝国解放戦線。お初にお目にかかるトールズ士官学院の諸君、遊んでやりたいところだが、あいにくそのような時間はなくてね。オリバルト殿下を私たちと共に来ていただくわ。並行するってんなら力ずくでな。どうやら彼らもただものではないようだ。だが君たち7組の戦術リンクがあれば。はい、必ずや殿下をお守りします。テロリストごときこのパトリッティ・ハイアームズが打ち倒してみせます。あら、餌が自分から来てくれるなんてね。殿下お一人なら、あるいはこの局面を切り抜けられたかもしれませんがさ、武器を捨ててこちらへ。離せ。どうぞ。離せ。一体僕を誰だと思って。もっといい仕事を紹介しよう。ちょっと当たったぞ。自分たちが何をやっているのか分かっているんだろうな。オリバルト殿下、行け。どうし S、 どうし V、 あとは頼んだぞ。少しだけ遊んであげる。俺の炎で全て飲み込んでやるな。強い。殿下の言う通りただものではないようだな。いい、今こそ私たちの心を合わせる時だ。イエーイ。ラーラと B の戦術リンクだ。
やったなキー。よし今のうちだ。なかなかやるじゃねえか。でも時間は十分稼がせてもらったわ。おまっ待て。帝都の各地でテロリストによる暴動が起こって、県大隊も近衛隊も大混乱だ。特別実習の課題変更はテロを警戒してのものだったようだね。でもまさかこんなことになるなんて。リン君みんなどうか無事で。本当に申し訳ございません殿下。構わないさ。捕まったり連行されたりするのは慣れているからね。え？それで私たちをさらってどうするつもりなのかな。身代金の要求というわけではなさそうだね。我々は幽谷の死、国の象徴たる血筋にあだなすことはありえません。そう我々の目的はあくまでもあの男。殿下にはあの男率いる革新派の致命的な失点になっていただく。やはり狙いはギリアス・オズボーンか。そこまでだ。恐れ入った。トールズ士官学院、まさかここまでの逸材たちを育てていたとは。世辞は無用。二人を解放しろ。骨の竜。これがコーマの笛の力。さあ死での旅路へと向かいたまえ。トールズ士官学院7組の諸君。動きが読めない。なんていう強さだ。僕たちに勝ち目はあるのか。アホ。ふぬけを言う暇があったら一発でも多く銃弾を打ち込め。みんな諦めるな。勝てない相手じゃない。入り口を崩落させるとはね。私も参ります。お嬢様お守りすることはそれが私の使命ですから。リン君みんな。君たちにはこの帝国をあるべき姿に戻すための尊い犠牲となってもらおう。あるべき姿ですって。君たちは知るまい。革新派の鉄血大将ギリアス・オズボーンによってどれだけの人々が苦しめられているかを。鉄道網を広げ領土を拡大し貴族の既得権益を奪う平民の希望の星だと笑わせる。
その裏でどれだけの人間が故郷を失い生きる夜目をなくしたか。だからってこんなことしていいわけない。所詮は子供だな。力もなくこの世の断りも知らず、ただ声を上げればそれだけで何かが変わると思っている。違う。大いなる力の前には青い理想も夢も儚く散っていくだけ。あなたたちもまた忘れ去られ消え去っていく存在。アリさ確かに私は何も知らないただの無知な子供だったかもしれない。だけどトールズ士官学院に入ったから、7組のみんなに出会えたから、私は強くなれた。アリさやめろ。リーン、あなたはいつも誰かをかばってばかり。私だってあなたを守りたい。ダメだアリサ、逃げろ。逃げないわ。敵からも自分自身からも。心配しなくとも全員まとめて葬ってやろう。自分を見つけるんだって。お願い、自分に負けないで。リーン、一人で戦うな。僕も僕たちも戦い抜くよ。私たちならきっと乗り越えられます。我ら7組に風と女神の導きを。私も戦う。大切なものをまた失いたくないから。ああ、仲間と鍛え上げたこの剣は決して折れぬ。貴族と平民という枠組みを超えた僕たち7組の力見せてやろうじゃないか。この俺がいる7組が負けることなどありえんのだ。みんな湧き上がる力、それは宿命の鼓動ではなくて、かけがえのない仲間たちと気づき生まれ出た本当の強さ。なくても感じる命の絆、断ち切れるはずなどないさ。歪んだ意志には負けない。力の
チェックメイトだな。すでに死は覚悟の身。この辺りが潮時のようね。こやつら悪いな、G の旦那。だがここであんたが捕まったらさすがに幸先が悪いからな。留守居とは思ったけどお邪魔させてもらったわ。同志 C と一緒にね。お前たちは一体。帝国解放戦線。それでは諸君、また会おう。戦いの運命からは逃れられない。出会ってしまったわね、リーン・シュバルツァー、そしてシー。怪我してるじゃないか。よく見せて。服の下は大丈夫かな。お嬢様、よくぞご無事で。これでも士官学院の生徒なんだから当然よ。そうですね。オリバルト殿下、特化クラス7組の諸君、本当にありがとう。どうやらパトリックも心からの感謝を君たちに伝えたいようだ。礼を言わせてもらう。7組の諸君、こんな時まで偉そまるで誰かさんのようだな。我々は君たちにかけているんだよ。この特化クラス7組が帝国が抱えるさまざまな壁を乗り越える光となり得ることを。どうした？あのね、あなたが見つけようとしているもの、なんとなく分かった気がする。あなたが何者でも関係ない。私はあなたの仲間よ。それを言うなら私たちはだろ。みんな特化クラス7組全員集合。テロ組織帝国解放戦線が31日ガレリア要塞を襲撃した。帝国軍の発表によると、今回の襲撃はクロスベル市で行われていた西ゼムリア通商会議を狙っての犯行とみられており、帝国解放戦線はガレリア要塞の列車砲を制圧後、クロスベル方面に向かって
も昼も朝も慣れる結末と明日の女神それともクライクライまだで悲しみのただそう渦の中で聞こえてるあなたあの頃星の瞬きあの夜の星の近い石とあって初めて気づく本当の気持ち強がって言えなかったなんだか怖くて今なら言える伝えたい本当の気持ちだからもう一度会いたいでもいっそは離れて気づく本当の気持ち眩しくて目を伏せたのなんだか怖くて今なら言えるまっすぐな本当の気持ちだからもう一度会いたい
本日はご来場いただき誠にありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。千秋楽公演無事終了することができました。本当に皆様ありがとうございます。そして今日はですね最終日ですのでキャスト皆さんから一言いただけたらなと思います。でまずはこの方、オリバルト役の南圭介さん。すみません、ありがとうございます。たくさんのありがとうございます。ありがとうございます。ご紹介に預かりましたオリバルト役の南圭介です。通称宝刀王子、六本木ではポップコーン王子としてやらせていただいております。ありがとうございます。皆様の声援本当にありがとうございます。本当にね、今日限られた時間ですね、端的にね言葉にしたいと思うんですけども、本当にまず、キャストの皆さん、そしてスタッフの皆さん、そしてここにいる皆さんに本当に感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございます。きっと皆さん2017年一発の思い出がね千の奇跡のミュージカルだったと思うんですけどもね、そんな皆さんの2017年が素晴らしき2017年になるよう祈っておりまして、私個人としてもですね2017年一発目優秀役の友末君とキスをしたということで2017年初キス生まれましたからね、本当にね、もう思い出に残る2017年にもうすでになってますからね、はい、これからも2017年盛り上がっていきたいと思いますけれども、また、皆様とどこかでお会いできる日を本当に楽しみにしております。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。では順番に最初はビータ・クロシルダ役、そしてミスティ役のリリカさん。はい、リリカです。皆さんご感激ありがとうございました。ありがとうございます。私はこの作品の本当に大ファンで、まだゲームをやってらっしゃらない方がもしもいらっしゃったら、ぜひゲームの方もやっていただけたら、もっともっと作品をお好きになっていただけるのではないかなと思います。ありがとうございます。いいんです、そんな気を使わないでください。すごい、私大御所風吹かせてるみたいです。すごい、なんかもうやだやめてすいません、本当仲良くやってます。ご安心ください。本当に私みんなのこと大好きで、またぜひ再現続編と必ずみんなとここに戻ってきたいと思います。皆さんもぜひ応援してくださいね。本当にご感激ありがとうございました。ありがとうございます。はい、
スカーレットをさせていただきました花月ゆまでございます。すいません、ちょっと話すの苦手なんです。そうですね、この千の奇跡と出会えたことで大好きなキャストのみんなと出会えて、そしてスタッフの皆様、そして温かい拍手をくださるお客様と出会えたことを大変嬉しく幸せに思っております。終わるのはちょっと寂しいんですけども、さっきリリカも言いましたが、続編がまたみんなでできることを願っております。本当にありがとうございました。バルカン役バルカン役やらせていただきました中山武史です。ありがとうございます。僕が伝えたいことはもうこの作品に全部注ぎました。本当にありがとうございました。今からみんなの担任を務めるサラ・パレスタインよ。この後ロビーにて男と女の戦術リンクたっぷり教えてあげるわ。以上。はい、同志 G ことギデオン役演じさせていただきました JD こと白樫ジュライです。絶対進行してないから。ありがとうございます。 JD です。約1ヶ月間このカンパニーで過ごして、そして幕が JD ありがとうございます。幕が開いてから1週間 JD ありがとうございます。次から JD シカトしますんで、はい、とても幸せでした。またこのメンバーで皆さんにお会いできる日を楽しみにしながら2017年頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。はい、パトリック・T・ハイアームズ役をやらせていただきました、反橋宗一郎です。ですね、こんな素敵なゲローどもと一緒にですね、こんなに素敵な平民どもと前で芝居ができてとっても楽しかったです。明日からは平民に戻りたいと思います。ありがとうございました。すごいですね、これ。びっくりした。シャロン・クルーガー役を演じさせていただきました藤岡紗友香です。2017年の年始めをこの作品で迎えることができて、皆様と迎えることができて本当に幸せだったと思ってます。ありがとうございました。アンジェリカ・ロクナー役を務めさせていただきました青木四季です。明日から女子にセクハラができないと思うととても寂しいです。また、千の奇跡の世界でこうして皆様とお会いする機会がありましたら、次こそは、今回一緒にはいなかった技術部の腐れ縁のあの人たちと共にお揃いの紫の眼鏡をかけて帰ってこれたらいいなと思います。本当に皆様ありがとうございました。はい、イリーナ・ラインフォルト役させていただきました花名美桜です。はい、ですね、本当に私母役だったので、ちょっと今回はみんなのことを本当に保護者感覚ですごい温かく見守っておりまして、皆さん再演見たいですよね。ということで、好きになさいっていうことで、金だけはあるのでラインフォルト社はぜひちょっと今後もファルコムさんとネガさんに出資させていただいて再演できるように努めてまいりますので、ぜひ娘そしてカンパニーをこれからもよろしくお願いします。本当にありがとうございました。皆さんありがとうございます。タワーハーシェル役の中井です。今回一人だけ中の人代表ということで参加させていただいて、たくさんのお客様、そして今動画配信ご覧のお客様、そして本当に素敵なカンパニーの皆様に温かく迎え入れていただけて本当に嬉しく思っています。あんまり話すと泣きそうなのでこれぐらいで、あと皆様生徒会物販の方もご協力ありがとうございました。生徒会役員も募集しておりますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、エマちゃんです。はい、エマ・メルスティン役をやらせていただきました柴子奈々です。
大好きなみんながここまで一人欠けることなく大千秋楽を無事終えることができてよかったなと思ってます。支えてくださった皆さんありがとうございました。感謝の気持ちを込めて私この後物販イベントを立つので立ち寄っていただけたら嬉しいです。ありがとうございました。はい、ノルドの蛮族こと、ガイウス・ボーゼルを演じました岸本拓也です。そうですね、本当にこの作品は初めての試みがたくさんあって、僕も3D の舞台に出演するというのもすごい初めてだったんですけど、本当に大変なこともたくさんあったんですけれども、この7組のみんなとそしてキャスト、スタッフさんを含めてカンパニーの全員とこう乗り越えて作ってなんとか生み出す、なんか苦しみながら生んだそんな作品だなと思うんですけど、皆さんの拍手を聞いて本当に出てよかったなって今自分ですごく思ってます。またこの思いができるように、いつかお会いできるようにこれからも精進しますので、何卒よろしくお願いします。お願いします。惜しい。最初からもう一回最初からノルドの蛮族最後だけまた皆さんとお会いできるように何卒頑張りますので、応援のほどよろしくお願いします。本日はありがとうございました。ラウラ S アルゼイド役を演じさせていただきました楓です。このカンパニーで下から2番目の年齢でですね、本当に不安なことだらけで稽古に入ったんですけども、盾を教えていただいたりお芝居歌もう全部教えていただいて、皆様に可愛がられてデロデロに甘やかされて、ここまでやってきましたでも心配してたんですけど、千の奇跡潜入、このカンパニースタッフさんお客様本当に皆さんと出会えてよかったなと今思っております。ありがとうございましたはい、P クラウゼル役を演じました梅田遥です。本当にすごい今こんな景色が見れてとても幸せです。そして大切なものがすごくたくさん増えました。ご来場してくださった皆さん、そして今動画配信見てくださってる皆さん、ベイ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 ありがとうございましたそうですはい、DMM の動画を見てくださってる皆さん、見えてます？ああ、やっぱり見えてる。はい、というわけでそうですね。どういうシステムこうやって僕たちが舞台に立てるのは本当に支えてくださってる、支えてくださっているスタッフの皆さん、そしてあとご感激してくださってるここにいるお客様、そしてあと全7公演9公演ありましたが、聞いてあげよう。9公演のうち本当1公演でも見てくださってる方、本当に今ここにいない方でも本当に僕は心から感謝してます。なので、応援してくださりまして本当にありがとうございました。正しとけよ先どうも、皆様お初の方もそうでない方もどうも、ユーシスアルバレ役友連役でございます。どうも動画の向こうのね、ご来場ご観覧誠にありがとうございます。皆様、2017年ももう1月も半分ですね。どのようにお過ごしでしょうか。僕たちは皆様の、笑顔を見るために、こうやってね一丸となって舞台を作らせていただきました。いかがでしたか？もうね、それを聞いただけでね、僕は今日は美味しいお酒が飲めますよ、本当に。また、このシリーズが、続くように、そして本当に頑張っていただいた座長をまたここに一緒に立てるように、僕たちも、切磋琢磨、これから2017年もしていきますので、今後とも何卒応援のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、エリオット・クレイグを演じさせていただきました中村海人です。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。そうですね、僕自身初めてのミュージカル挑戦ということですごく本当不安
がいっぱいだったんですけど、本当このカンパニー皆さん、そして、一緒に共演してくださったキャストの皆さん、本当にたくさんの、そして見てくださる皆さんのおかげで、本当に千秋楽まで乗り越えることができました。本当にありがとうございます。そうですね、本当に僕自身本当に歌、ダンス、本当に未知の領域だったので、本当にすごく楽しみながら、本当にお兄さんお姉様方に可愛がられて、ここまで本当頑張ることができました。本当に皆さん言ってる通り続編ができるように、僕自身も、毎日毎日頑張っていきたいと思います。応援のほどよろしくお願いします。本日はありがとうございました。アリサ・ラインフォルト役を演じさせていただきました黒崎真音です。本日は本当にありがとうございました。本当に言葉が出ないんですがもう本当に舞台初めて出させていただいて、最初に皆さんとお会いした時は全く自分がどうしたらいいのか、何をしていいのかわからなかったんですけど、でも一から皆さんがいろんなことを教えてくれて仲良くしてくださって、本当に皆さんと何か一緒にできるっていうことが本当に幸せで嬉しくて、なので本当にここに立てていることが幸せです。そして今日皆さん見に来てくださって、 DMM の配信で見てくださって、千の奇跡を皆さんと一緒に感じることができて、本当に本当に一生忘れることができない思い出になりました。皆様本当にすいません、もうなんか頭真っ白になっちゃってもうとにかく本当にここにいられて、もう人生の中で一番の青春をここで送らせていただきました。応援してくださった皆様本当にありがとうございました。はい、いやもうちゃんと受け取って、そういうの。いやもう受け取りましたね。もうこれ以上やっぱりね、いろいろ考えちゃうと僕も止まんなくなっちゃうので、はい冷静にいきます。はい、改めまして臨死バルツ役の松村龍之介です。本当に今日はありがとうございます。今まで、こうして皆様とこの舞台で作品を通して出会えたこと、そして今ご観覧の皆様も、元気ですか？はい、よかった。どういうシステム？さっきから思ってましたけど、で、もちろん皆さんともそうなんですけども、そしてこれ作品に携わった、スタッフの皆様、そしてここにいるもうね素敵なね、なんかもうすごいんですよこの人たちは。V だ V だね。V です。V です。もう V です。あっさりいくな、おい。そうね、本当にすべての皆様に感謝と、そしてまたこの作品を通してお会いできる機会があることを願って、この千秋楽公演を終えたらなと思います。そして一つだけ願いが叶うなら、僕は苦労先輩に会いたいなと思います。はい、会えるかな。いや、会えるはず。本当に全ての皆様にまとめて本当に申し訳ないんですけども言わせてください。ありがとうございました。では改めまして本日はご来場いただき誠にありがとうございました。ありがとうございました
以上をもちまして本日の公演は全て終了いたしました。みんな座席に忘れ物はないかな。もう一度チェックしてみてね。それと帰るときは 3D メガネを出口にいる係員さんに必ずご返却くださいね。ゼップブルーシアター六本木周辺は住居地域です。シアターの入り口付近や周辺の歩道などにはいかなる理由においても滞留することはできません。役者さんの入り待ちや出待ちは劇場近隣の皆様へのご迷惑となりますため固く禁止させていただきます。劇場のロビーでは本公演のオリジナルグッズを販売しています。お土産にどうかな。よかったらぜひお買い求めください。最後になっちゃったけどみんな今日は来てくれて本当にありがとう。これからもトールズ士官学院特化クラス7組のこと応援してあげてね。もちろん私もリン君たちをずっとサポートしていくから。トールズ士官学院生徒会長タワーハーシェルでした。それじゃあまたいつかね。バイバーイ。ありがとうございます。本当にもう大好きです。もうまた会いましょうね。絶対会いたいです。僕はのすけ、俺心残りあるんだけどさ、さっき挨拶の時ちゃんと名を申してなかった。もうバツって言うと、改めましてマキアスレイグニッツをやらせていただきました畠山亮です。本日ありがとうございました。俺何回呼んでると思ってるか分かるでしょ。嬉しいね。いやありがとうございます。いやもうこちらこそですよ。そんな何言ってるんですか。もう本当に外は寒いので気をつけて帰ってください。雪も降ったり降らなかったりもするので、本当に体調だけは気をつけて、季節の変わり目は風邪をひきやすいと思いますし、本当にあとノロウイルスとかね、インフルエンザも流行ってますから、本当にもう皆さん風邪ひいたらもうとんでもねえ立ちいやありがとうございます。本当にまた皆さんとこの作品を通して出会えることを願って実現させたらなと思います。また会いましょう。では改めまして本日はご来場いただき誠にありがとうございました。ありがとうございました。